タウ灯台を横310度、20.5 マイルに見て43度に変身。乗船者は3名、うち2名は寿命のため短期下船と予想。1名は重い未練を残しており、深部の住人となる可能性が高い。やはり幽霊船。この航海日誌も独特のものだな。この記述を残した者がアシの言う継承者ということだろうか。謎を継承する一族が管理する船、つまりそれ以外の人間は死人という名の乗客。もしこの船に乗っているあの男が本当にあのヨシュアなら、言いたいことが山ほどある。宿したタロッコ、そして残された家族のこと。しかしバスチェロファンタズマにせよヨシュアの話にせよ、俺の知識は上っ面だけだな。本当のことは何も知らん。外側のハリボテばかり大きく見せて強気を通すただの頑固親父もいいとこだ。お嬢さん、いつの間にかあんな表情をするようになっていたとはな。あそこまでのことをされて動揺しない男はいないさ。君に聞こえない場所でしか言えないとは、俺も臆病になったもんだ。明日には寄港予定となる。乗船者1名。これは。さすがお嬢。不意打ちとはいえ、あのダンテを沈めるなんて。で、それからルカちゃん、そんな隅っこにいないで話聞こうよ。いえ、いいんです。お気遣いなく。まさか手出したのがバンビーナの方だなんてな。恐れ入るぜ。俺は全面的にお嬢の味方だよ。ええ。私もお嬢様の悲しい顔は見たくありませんから、そのための協力は惜しみません。そうですね。心からの言葉を伝えればダンテは受け止めてくれるでしょもしかして場所が場所だから我慢したのかも。にしてもだ、あのおっさんそこでガツンといかねえなんて男の恥ってやつじゃねえの。ほんとだよ。そこは大人としてダンテを尊敬するところなんじゃないですか。誰が何だって。ああ、ダンテ。船の捜索は終わったんだ。まあな。おっさんにはそれよりやることがあんだろう。ほら、バンビーナ。ああ。もう歯切れ悪いな、ダンテ。お嬢さん、俺も少し話がある。
ここではできん話だ。お嬢、頑張って。ダンテが一緒なら大丈夫だとは思いますが、外は危険です。十分気をつけてくださいね。気をつけなきゃなんねえのは隣のおっさんだろ。お嬢さん、さっきのルートがここまでの近道だ。この船のことなら何でも聞いてくれて構わない。どうした？おかしなことを聞くものだな。誰でもいいだろう。運命の輪のお嬢さん。そう、俺はアシュ、魔術師のタロッコの契約者だ。便利な能力を魔術師から借りたおかげでこんな芸当もできるようになったんだぜ。よう、いちご頭。久しぶりだな。そこのフクロウには初めからバレてたみたいだけどさ。それにしてもあいつら簡単に騙されやがってバカすぎるぜ。でももっとバカなのはこの状況を作ったあのハゲのおっさんだ。とりあえず騙されたイチゴ頭はおとなしくしてろ。骸骨のこいつらは俺の命令聞かないから手加減はできないけどな。言うこと聞けば俺が助けてやってもいいぜ。なんだそのバカのお出ましだ。フェリチート、無事か？さて、まずはこの乗客らの相手をすべきだな。お嬢さんには指一本でも触れさせません。骸骨ども、このバズーカで塵になりたいものからかかってこい。バズーカで一掃だと。まさかこれがタロッコの力。その未練、骨ごと消し去ってやろう。ふぅー！その上殴るってなんだあのおっさん。見てはいられん。骸骨ども、俺が相手だ。できれば夜のうちに型をつけたかったんだけどな。仕方ない。一旦引くか。そうはさせん。俺は貴様に話がある。ほんとしつこいおっさんだな。
あの距離でも狙えるのか。この幽霊船は謎に満ちている。例えば動力源、そして存在意義。それがどうした？本来のタロッコの持ち主は貴様の一族だと言っていたな。モンドが手にするまでタロッコが長い間眠っていたのは、強すぎる力を扱うに値する人間がいなかった。そんな仮説はどうだ？俺の一族のことバカにしてるのか、おっさん。それに俺は魔術師のカードに選ばれただろうが。ああ、そうだ。だからこそ今貴様がタロッコのあるこの地に呼ばれたことに意味がある。そもそも俺は戦う理由を探しているわけではない。ありがとう、お嬢さん。その言葉があれば俺は何にも負ける気はしない。アッシュよ、最初に父親からもらったリンゴの味は覚えているか？お前の父親が書いていた航海日誌を見つけた。それは魂の守り人をしてきた一族の記録だ。今俺がこの船の主なんだ。周りに何か言われる筋合いはねうん、それはある意味潔い姿勢だ。その言葉のまま受け取るならな。閉ざされた世界しか知らない者がそんな口を叩いたところで滑稽で悲しいだけだ。一番身近にいた人間の願いを知らないはずがないだろう。俺はこの船を。一人で守るのか？それを貴様の父親は望んでいたとでも思っているのか？説教なんか聞いてられるか。じゃあな、イチゴ頭とイチゴ親父。来るぞ。心配するまでもなかったな。危ない、お嬢さん。この力をアルカナ能力か。絶望にすらたどり着かないムーンラビリントアトムスフェリコ。あれは正義。やはり彼は。もうすぐ夜が明ける。またの機会にもてなそう。運命の輪の娘、今度は誰を不幸にする？
お嬢さん、君の方がよほど辛そうな顔をしているぞ。そうだな。例えば、もし俺のこの怪我が君にとって耐え難い記憶なら、それを封じることもできる。俺の持つアルカナ能力でな。そこまで言うのか、お嬢さん。君の本気に応えるには、俺も本気を出さないといけないようだ。だが、もはや自分の力を有効に使う場面など、訪れないのではと、俺は思っているよ。お嬢さんに偉そうなことを言っている手前、ということもあるが、他人に影響を与えることの恐怖感とでも言おうか。お嬢さん、君と同じ悩みさ。恋人たちは心を読むことで、相手から自分への精神的な距離を奪う。皇帝は精神を操作することで、相手が今まで培ってきたものを奪う。俺が躍起になってこの船の彼らを救おうとするのは、能力に頼らない自分を確立したいのかもしれん。ファミリーの中で一番頼りがいのある男と言われる俺がお嬢さんに頼るか。悪くないかもしれんな。一つお嬢さんにお願いがあるんだが、いいか。目の前の男は能力を使ってまで君の笑顔を取り戻したいと願っている。それを阻止するために笑ってくれないか。ああ、ありがとう、お嬢さん。